皆さんアロハ皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいレアルタイムズです。イエイ。今日もメインパーソナリティ務めます宮良しおりと瀬野和也です。よろしくお願いします。25回目でございます。入りましたね。はい、25入りましたねって何に入ったんですか25回ねえ、もうあとちょっとでね、12月でもう前回からは終わりますよ今年ね、前回からクリスマス仕様にもなってますけれども、今日もねスペシャルなゲストをお迎えしておりますね。はい、もう超スペシャルですね。ね、しおりはいつから彼のこと知ってるかな？私でも教会来た時から全然いたから小学生の時から全然知ってる。ああ、そうか、同じ年ぐらい1個上かな。1個上か、そうか。もう僕は何歳ぐらいだね、6歳ぐらいの時かな、6歳、7歳ぐらいの時から知ってるからね。もうすっかり大人でイケメンになって、なんかすごい細いイメージだったのにとか言ってああ、そういうこと言っちゃうたくましくなってね、心も体もたくましくなってね、帰ってきて、そして今回ね、彼はハワイに留学をしていまして、最近帰ってきて、そして今回のアウレアタイムズに出てくれるということで、楽しみです。すごい嬉しいです。いろんな証もありつつ、思い出話もね、しながら過ごしていきたいと思います。ではやりましょうか。いたしましょう。今日のゲストは真島誠也牧師です。お邪魔します。いらっしゃいませ。たくましくなって帰ってきました。何キロぐらい太ってそれ言っていいのかな？行った時は多分50キロとかだったから、それがガリガリだったんだよね。身長もね、低そうだ75超えです。おー、パワーアップしてね、すごいじゃないですか。そうなんですよ。でも帰ってきてちょっと4キロ痩せたんで、やっぱじゃあちょっとずつ痩せるかなと思って、そう、和也くんを見習って、和也牧師をね見習ってジムも始めたから。最近始めたの。すごい。亀戸の。そう、個人情報ですね。亀戸のエニータイムで。ね、そう、聖夜ファンの方がいましたね。亀戸のエニータイムで遊びに来てください。はい、という感じなんですけれども、せいや簡単に自己紹介なんかあったら。はい、24歳真島誠也です。何言えばいいのかな。ニューヨーク横浜で育ったんですけど、18から24までニューヨークオアフでインターンしながら大学進学校行きながら勉強してきて、2ヶ月前かな、ひよっこなんですけど牧師のライセンスをもらって帰ってきました。で今ニューヨーク東京に行かせてもらってます。いやー、でも大人になりましたよ。いやもう僕は話でしか聞いてないけど、キッズのスタッフがきっと大変だったのかもしれない。そうね、太一君に本当にお世話になって。そうだね。にぎわい坂なんかで同い年ぐらいの男の子とトイレ行っておしっこ引っ掛けあったみたいな。違う、それはね。それ違うか。それはそうだけど。違うくないじゃん。便器が1個しかなくて、3人で同時にトイレをしようっていうので、1人ね、やんちゃな男の子がね、調子乗ってかけようっていう考えに至ったらしく、かけて、なんだお前って言ってみんなで掛け合うっていう。最悪だ。それは違うってもはやまんまじゃないですか。まんまだね。そう。誰かというと典明君が最初に始めたんですけど。でもね、もうみんな今立派な。まあそう。進学校に。いや本当に許されて生きてます。許されてね、あがなわれてます。恵みの中で。恵みの中で本当に優しく愛されてます。本当に。いや体現してますね、神様の愛を。そう罪深い男の。いやいいですね。ハワイは6年間いたっていうことだけどね、どうでした？向こうでの生活は。ハワイ最高でしたね。本当にやっぱりでも親元離れたっていうのも大きくて、自分自身の信仰を強めるっていうのも良かったし、新しい今までしたことがなかったこととかを経験できたから、であと母教会のニオポアフ、母教会というか親教会のニオポアフでいっぱい学べたので、憧れのリーダーたちとパスターたちから学べたのがすごく良かったですね。いや私のイメージ的にはすごいやっぱ高校もでも頭いいあ、でもそうだよね。高校でしたもんね。そうですね。でその高校生の時は夢とか高校の時の
夢はもう本当になんて言うんだろう、周りと同じになりたくて、言っちゃえばなんか、高校卒業したら青学に行って青学だったんだ。そうクリスチャンが入りやすい、しかもマーチ、ネームバリューもあるおしゃれみたいな感じで渋谷とかね、渋谷行って青学行って、いっぱいイチャイチャして、お酒飲んでサラリーマンになりたいっていうのが夢だったんですけどね。そう最後がサラリーマンだそう羽目外して普通の生活を送りたかったという。なるほどね。大学生活はエンジョイしてって感じ。そういう感じだったんですけそど。れなんでそう思ったんだろうね。いや牧師のやっぱ息子として育って、金銭的に難しいシーズンもあったりして、それを見て大変だなと思って、5歳の時は牧師になりたいっていう気持ちがあったんだけど、やっぱお父さんかっこいいとか、太郎さんかっこいいとかね、牧師を見てかっこいいなと思ってそうなりたかったんだけど、だんだん生活をする中で夢が失われていったというか、現実を見て、そう現実見て普通がいいなと思って普通にお給料をもらって仕事頑張ってっていう生活がしたいなっていうのがだんだん育ってきたのかな、高校の時は。それがいつぐらいまでの時なのかな。それ高1ぐらいかな。高1ぐらいか。高2ぐらいからミニストリーをし始めて、和也くんもうちに来てデボーションしてくれたり一緒に、っていう中でもう一回ね、あれかな、ミッショントリップで和也くんが帰ってきた時にかっこいいと思ってなんか違うってどこのミッショントリップ？どこだろう。その時はね、和也くんがハワイ会に行って、そういうことか。ハワイ会からミッションチームを連れてね、日本に来てくれて、チームの人もかっこよかったし、キラキラしてるというか、喜びにあふれた人たちを見て、俺こういう生活してみたいっていうのちょっとあって、励まされたりしてたんだけど、その中でこっちゃんがね、一回ね、上でなんかちょっとメッセージ中に一緒にあの人のために祈ってよって言われて、ずっと祈ってんだよねって言われて、こっちゃんっていうのお母さんですね。お母さん、真島家ではね、そうこっちゃん徹君呼びなんで、お父さんお母さんお父さんお母さんね、そうお母さんが上に来て、あの人のためにずっと祈ってるんだよねっつって、あの人って祈って、祈って変な話だなと思って祈って一応祈ってでもその招きの祈りをした時にその人が手を挙げて、それを見ながらね、ちょっと涙が止まんなくて、神様やっぱりすごいなと思って、神様にその時に牧師になりなさいというか、こういう人のために使いなさいって言われた気がして、その時は絶対嫌だよと思いながら、怖えよと思いながら、和也君に泣きながら怖いんだよっていう話をしたりして、そうじゃあその日のクリサイドの礼拝がきっかけになって考え始めて、でもやっぱ怖いわけじゃない、ね、そんな大学行ってね、女の子とイチャイチャしてサラリーマンになるっていうところから献身ってやっぱもう180度違うわけだから、そこの決断に至るまでっていうのは何が最後せいやのことを教えてくれたの？何なんですかね。でもね、結構ね1年ぐらい葛藤していて、じゃあもうそのすぐとかじゃなかった、そう高2の夏から高3の夏まで、お父さんに喜んでもらえるかなと思って僕牧師になりたいんだよって言ったら、お前どういうことか分かってんのかって言って怖い言い方じゃなかったんだけど、ちょっと座りなさいって本当真剣にちょっと座ってそこって言われて、牧師になるって簡単じゃないんだよって言われて、でコーリングとか証明がなかったら難しい時もあるし、諦めちゃう人もいっぱいいるし、ちゃんと祈りなさいって言われて、余計怖いじゃんみたいな呼ばれてなかったらどうすんのよみたいな気分で、和也君にどうやって決めたのよみたいな話とか覚えてる？自分が決めたの？そうやってでもなんかちょこちょこそういう話をねしたのは覚えてるけどね、そうだから1年ぐらいしょっちゅう和也君と太一君に会いに行って、太一君と和也君会いに来てくれたのかな、すごく励まされて、祈りながら、最後は結局なんかずっとやりたいっていう思いがだんだん増えていって、でも証明がないというか、なんか神様から牧師になりなさいみたいなのがなかったからなきゃやばいと思ってずっとね、でだからなんか聖書ランダムに開いたら、なんかその収穫は多いが働き手は少ないみたいなのが出るだろうみたいな聖書占い的なそう聖書占いをやろうと思って
呼ばれてんなら出るだろうと思ってこうやってパッて開いて2時ぐらいでもう祈ってる時に2時ぐらいに開いて何も出てこないっつってもう一回スナグして多分20回ぐらいやったのよ。そう20回ぐらいいや頼むよ神様っつって俺もう結構その方向行きたいんだけどもっつってもう高3の夏とかだからさやばいっつってそろそろ決めないとって言って何回もそれやって20回ぐらいで出てこなかったの何も、もう聖書知らないし別にどの辺開いていいかも分かんないし思ってそういう感じだったんだけどもうググってどこですかっていうのをググってそうコーリング聖書箇所みたいな何章何節なんだと思ってもう開いて僕はこの聖書箇所を読んで名刺を受けましたって決めて勝手にでもうその後は和也くんとかお父さんとかね白っこい顔して僕コーリングを受けましたってこの聖書箇所からってマジでそうなんつってた衝撃の事実今知ったなんつってたその時は別に信じてくれたというか疑う人ではなかったからまあそうだよねそうだよねお父さん疑う人じゃないんでコーリング受けましたと今夜祈って、もう一瞬でそれがあるもんだと勝手に思ってたからそう決めたんですよ決めてもう英語頑張って一番近道がどこかなって思った時に TCU とかっていうのもあったんだけど、できればオレゴンにある NHCC かパックリムってハワイにある学校で学びたいって思って、英語の勉強しないとって思って勉強し始めたんだけど、あんまり英語得意だと思ってたんだけどできなくて、最初の TOEFL っていうねテストをなんかアメリカの大学に行くのに必要なテストがあるんだけど最初のテスト多分24点とかで120満点の24点で61点取らないとねいけないんだけど、まあビビってもう1年しかないからそう1年しかないからって言って、大学塾みたいなTOEFLの塾みたいなところに親と一緒に行って説明聞いてでテストなんか模擬試験みたいなのを受けてその時模擬試験は多分14点とかそう14点とかであなたは受かりませんよっつって2年間ここに通い続けたらギリギリ多分受かりますよって言われて、でも高3の夏で負けるというか失敗するのがすごい嫌いで、失敗を恐れるところがあってうわ最悪と思って親に行かしてよ塾っつっていや行かせられないよ6ヶ月100万って言われてもう信頼して自分で勉強しなさいって言われて信仰を持ってだからなぜか、でもその時は確信が与えられてそうなんだって言って、毎日、学校もあんまり高校行かなくてよくなる時期だったから、自由に勉強して途中で賛美とかしてかっこつけてさもう牧師になるぜみたいな感じで下手くそな賛美がね毎日朝起きてとりあえず賛美して、デボーションしてだからもう11時ぐらいから勉強を始めて勉強それでっていう生活をしてて、もう高校も卒業しちゃって4月ぐらいにやばいともう高校卒業したのにまだ40点ぐらいみたいな感じで、ギリギリ多分4月の半ばぐらいから最後のテストを受けたのかな、受けてこれがギリギリ間に合うテストだよって言われてでね1点差で受かったのよそう、5月62ってことじゃ62そう62点で受かってもうこれは神様しかないみたいなのを勝手に思ってたんだけどでその後に、5日後ぐらいかなその通知が来た5日後ぐらいに家族はハワイに行くと僕は受かってないからハワイ連れていけないよって言われて俺ツバの予定だったんだけど受かったからってその場でチケット取ってくれて、一緒にねさやかの卒業式うちのインターンニオピオカマのインターンの卒業式に行ってそこで卒業式に行った時に神様にここに行きなさいって言われたのをすごく感じて、でもまたお金がハワイかかるからそんなこと言えないと神様にこんな強く言われてるけど言えないと思って家に帰ったら、徹君お父さんとお母さんが来て私たちここに聖夜を送りなさいって今日言われた気がしたんだけどって言われてそうなんだよ僕も言われた気がして今日でも言えなかったよって言ったらお金助けてくれるのどうするつもりなのって言ったらいやお金なんてないよって言われて祈りましょうって言われて、でその場で祈ってそのね5日後ぐらいにダグさんっていうホストファミリーのね、人にねホストファミリーになる人に結婚式で出会ってうちに無料で泊まらせてあげるよって言ってくれて、それだから6年かな4年無料でずっと泊まらせてもらって、学費も教会が
いくらか出してあげるよって言ってくれて、ハワイの奨学金出してあげるよって言ってくれて、でそれでもまだ結構な費用がかかるって感じだったんだけど、行ったら君実はアメリカ人だからアメリカ人用の奨学金も出るよって言われて、でそこで、親の年収を書いたらもうほぼ全額みたいな出してもらえることになって、そうだから全部必要も与えられて、車とかもそのホストファミリーのお父さんがね用意してくれたりして、5万円ぐらいの車を買って直してアメリカの5万円の車本当にひどいから、90年代の車でエンジンがもう壊れそうみたいなやつを一緒に直してね乗ってっていう感じで、そういう感じでハワイに行くことに決まったんだけど、オレゴンじゃなくて。あ、なるほどね。本当にもう神様の導きで全部なんとかなって、今振り返ったらその時から神様が導いてくれてたんだなっていう、そのパッと開いた感じの証明だったけど本当にでも神様その情熱をくれて、5歳の時からの夢だったからそれを導いてくれたんだなっていうのは今になって呼ばれてたんだなっていうのは感じるけど、その時は全然分かんなかったし怖かったし分かんなかったっていうのが大きかったかな。いやすごいね、ね、そういうその自分の不完全さの中にも完全さが、神様の完全さが働いて、して今ここまで神様が導いてくださったっていうのをね、こう改めて聞いて感謝ですね。そうだね。いやめっちゃ励まされました。特に同い年も近いしね。そうだよね。しおりちゃんにはでもいつも励まされてるよ。いやこちらこそ。アクティブさと純粋な心にいつも励まされてる。いやなんか、でもなんかすごいさ、こっちゃんから結構話は聞いてたんだけど、なんかそこまでなんかその聖夜自身もすごいやっぱ信仰、なんかこう親たちがすごい信仰を試されたみたいな、っていうのをすごい聞いてて、こっちゃんとか徹さんから。けどやっぱ聖夜自身もすごい、なんかすごいこう信仰が試されて、でもその中でも神様信じて、神様が与えてくれたこの情熱を信じて、なんか進んでったっていう、なんかこうやっぱ形のそういうコーリングとか、なんか目に見える形の証明ってすごいやっぱ欲しい、革新的なところも。でそれがなくてもこう神様にこう明け渡して進んでいくときに、神様本当にこう導いててくれるっていうか、なんかすごいそこめっちゃ励まされて、でもこうやっぱ信仰が本当に目に見えるものが保証なんじゃなくて、やっぱ信仰が確証を保証するものなんだなっていうのをすごいめっちゃ励まされました。そうね、最後はでも信仰なんだろうね。特に聖夜の場合は今若い人たちに若い人たちだけじゃないけど、でも若い人たちに日本に帰ってきてイエス様の愛を伝えたいし、夢を解き放したいっていう思いがあって、でそういう中でやっぱ信仰によって前に進めないっていう子たちがたくさんいると思うんだよね。でそういう子たちにいや信仰を持って一歩踏み出すんだよって、神様一緒にいてくれるよって、それをこう聖夜が心から言えるのはやっぱ聖夜が経験したことだからこそ、やっぱ心から言えるし、励ませるし、信じられるし、ね、だから聖夜にとってこれからの働きのために必要なことっていうのが、もうその大学行く前、その聖夜がもう女の子とイチャイチャしたい、サラリーマンになりたいとか思ってるそのことさえも主は用いてくださって益としてくださってね、ここまで導いてくださったんだなっていうのを感じますよね。聖夜の名前はミドルネームがねジョシュアですね。でもう本当にその義明の、私が共にいるからだ、それの私が共にいるからだっていう本当名前の通りの人生だなと思うんだけど、でもやっぱり恐れるなって言うってことは恐れがある、恐れを感じるだろうなって、そうだけどそこに神様をお迎えすることで進んでいけるというかね、っていうのがあると思うんだよね。だからこう恐れないことがいいんじゃなくて、恐れた時に神様をお迎えして一歩前に信仰を持って進んでいくっていうことが大事になってくるよね。絶対そうだね。ハワイに行ってからもあったね。やっぱ義明の一章9節はすごい自分の大事にしている聖書というか、3回神様も恐れるなって言ってるってことは、多分義明は3回怖かったんだろうなというか3回以上怖かったんだろうなと思って、その時に神様いや恐れちゃいけないよっていうのを言ってると思うんだけど、日本を出る時にお父さんがね座りなさいってまた言って座りなさいって言われる時は結構なんか
ガツンと来るから怖いんだけどちょっと嫌だなと思いながら僕聖書箇所1個聖書箇所あげたい聖書箇所があるんだよねって言ってくれて一章9節開いて恐れるなっていう聖書読んでくれたんだけどそれを聞いて俺勇気出して恐れちゃいけないんだっていうのがすごく大きくて、最初はね励まされていけるぞっつってハワイに行った時もね頑張ってたんだけど、やっぱり英語わからないまず、ペーパー書けないみたいなほぼギリギリパスみたいな感じで、もうやめたいなっていうところまではなかったけどもう頑張りたくないなというか、もう恐れの方が勝っちゃうなっていう時が結構あって、その度に恐れるな大しくあれみたいなのを自分に言い聞かせたのよ。一章9節俺はヨシュアだみたいな気分だったんだけど、ある時神様がもう一回ヨシュア記の一章9節開いてみてって言われて、その恐れるな大しくあれみたいな書かれてて、で最後のところにでも私があなたがどこへ行くのでも一緒にいるからですっていうのが書いてあって、そこだよって言われた気がして君もう自分で強くなるのは無理というか、恐れずに自分だけで恐れに打ち勝つのは本当にできないから、だけど、私が一緒にいるから大丈夫だっていうことを信じなさいって言われた気がして、日本語で言うと自信って言うけど自分を信じるんじゃなくて神様を信じて、生きていきなさいって言われたのをすごく感じて、で、一番やばいと思った時があれだったかな、ハワイに行った後に日本の選挙を考えてる時にエリカがねオレゴンに行ってて、その時、で自分が2人目その世代の中でさ若くて牧師になりたいって、まずしおりがインターンだったのかなその時、あんまり覚えてないんだけど、2人しかいないやんと思ってニューホープ9個教会あるのに2人しか牧師いないなと思ってやばいって思ってその時になんかやらないとって、その時にね多分ね神様にもう恐れしかないなと思って、2人だけやばいやろって和也くん10上だしみたいなそれはありがたい、普通ないからさ、ありがたいすごいありがたいことなんだけど、自分の中では俺の世代いないやんと思ってでちょっとその時は一番ビビってて、その時に読んだ箇所がその箇所で、その時に神様に言われたのが、私がいるんだから恐れずに、日本では出る杭は打たれるって言うけど出る杭になりなさいって言われた気がして、で出てなかったら私の肖像がなんかちょっと壁のねビジョンみたいなのを与えられて、その壁に釘が刺さってなかったらそのイエス様の肖像画も飾れないでしょって言われた気がして、出っ張ってなかったらイエス様のこと伝えられないよって、私のこと伝えられないよって言われた気がして、じゃあ出っ張ったものになろうと思って始めたのがユースキャンプ、なるほど、ニューヨークジャパンユースキャンプ、何かやろうって思って、でそれもねたくさんの人の助けと涙とによって本当にできたことなんだけど、和也君に電話してさ、和也君助けてよっつって、こういうことやりたいんだけどっつったらすぐにいいよって言ってくれて、そういう励ましてくれる人が本当に周りにいたのがすごくでかくて、太一君にも電話してさ、アドミニ分かんないよ、アカウント分かんないよっつって、太一君がいやいいよ何でもやってあげるよって言ってくれる、そういう人たちが本当にいたからね、今涙出ちゃいそうなんだけど、そういう人たちがいたから、ドリームリリーサーじゃないけど、そういう人たちがいたから本当に進んでこれたというかっていうのがあって、そこで何か救われる人もいたし、牧師になりたいっていう人もいたし、そこじゃないところでも今よく見たら結構いろいろいるんだけど頑張ってる人が、自分の世界やっぱ狭いからさ高校生からもう大学行っちゃってるから、自分の中ではもう限られた人しか見えてなくて、その中ですごく神様が働いてくれて励まされたり、すごく嬉しいんだけどね。そうだね。自分の力というか、今日も朝もお前調子乗ってるからちゃんと私がしたことを今日話しなさいって言われてすぐ調子乗っちゃうから、その時もいや俺やってやったぜって多分思ってたんだけど、今後ろ振り返ってみると本当に、しかもね最初のキャンプもちゃんとチーム作るっていうやり方が分かんなくて、司会もゲームも通訳も全部一人でやってたね。だからステージに和也君も一緒にやってくれて、前行って、最終日には声ガラガラみたいな、聞こえないみたいな感じでその時も参加してくれた子が立ち上がって、俺
通訳できますって言ってくれてその時ノアね、そっかノアがね僕通訳できますって言ってくれて、もうせいや声出てないから下がっててみたいな僕やるからってやってくれて、本当にね神様もこっちに来る時もハワイに行く時もそうだったけど、神様に従っていったら全部整えてくれるんだなっていうのがすごく大きくて、なのでなんかちょっとやってみたいことあったらやってみてほしいというか、神様に与えられた情熱だったらとりあえず向かってほしいって、コーリングの話もそうだけど、今自分18歳の時の自分に何か言えることがあるなと思うなら、とりあえず進んで信仰を持ってね、神様が与えてくれた情熱ならやってみてほしいっていうか、やってみたら、間違っちゃう時もあるけど、神様がね祝福してその必要を与えてくれるから、だから今も若い人とかでねちょっとやってみたいとかさ、ちょっとコーリングないけど、ないというかはっきり分かんないけどそういう情熱があるとか心があるっていう人はやってみてほしいというか、そしたら神様教えてくれるから、この前もとしき先生っていう先生となんか神様に従うのって GPS みたいだよねって2人で渋谷ついてすぐバーって歩き始めの2人ともあんまり分かんないのにどっちに行くかで歩き始めた後に2人でどっち行くか分かってんのって言って、いや分かってないよっつって、GPS 確認しても分かんないから歩き始めて初めて間違ってるとか、こっち行けばいいんだっていうのが方向が分かるじゃん、なんかくる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 回っちゃってさ、GPS のあれがだからやっぱ動き始めて分かることもすごいあるし、だからそこはちょっとコーリングがないからといって諦めないで、なんかちょっと情熱があってやってみてほしいなっていうのはあるかな、でもなんならユースキャンプで、2017年のユースキャンプの時にすごいオンファイヤーって感じになって、だからもうありがとう。いや何年やったっけね。4年かな。4年間でコロナでねちょっとできなくなっちゃってる時期が続いてるけど、最初の時が何人ぐらいつったっけね、参加した人。最初ね30人生徒、25人リーダーみたいな。30人1対1みたいな、ほぼ1対1。そうだよね、千葉の民宿でやったもん。千葉の民宿でそうでも最後多分2019年の時は多分120ぐらい来てたのかな。そうだよね。全部だんだん大きくなってね励まされるよね、本当にね。そうだよね、その年にキリキもあれか、弟も多分そうだと思う。2016と7かな2回来てくれて、そう毎回泣きながらで、多分2回目のキャンプでキリキ牧師になりたいって言ってくれて、そうだよね。なんかそこでキリキが聖夜のところ行って祈ってほしいって言って一緒に泣きながら祈ってるのでね、覚えてる、まだそれすごいこう残ってる。それ思い出してやばいあれは忘れられないね、でもそういう一つ一つの神様のこう用意してくれた瞬間もなんか最初の聖夜が一歩とりあえず踏み出してみる、情熱が与えられてるから踏み出してみるっていうところから始まってるんだよね、ハワイの進学校行って、そしてその後大学院も卒業して、で牧師として東京に帰ってきたけれども、今後こう考えてることとか、夢とかっていうのがあったら聞きたい、あえていつも言いたいというかさ、ビジョンを言いたいなというか、できるだけ大きな夢を語りたいっていうのもあって、できるかできないかは神様にお任せしてねでもやっぱニューヨークジャパンユースをやってすごい若い人を励ましたいっていう思いと、これから日本できるだけ一人でも多くの人に神様を伝えていきたい、ずっと 1% というか 0.3% というかだから、1% でも多くしたいなっていうのが大きな夢というか、教会開拓やりたいとか、リソース作りたい、YouTube とか作りたいなとか、あとは、進学校、自分がハワイですごい良かったから学べたのが、似たようなというかミニストリーの仕方から聖書のことまで学べる進学校を作りたいなっていうのがあったり、すごいたくさんあるね。たくさんあるんです。75歳までリタイアするまでの計画表が一応あって、あんまり調子乗ってるって言われるからあんま見せないようにしてるんだけどもうそうだからね、10個教会開拓みたいな感じで 50歳までに10個開拓みたいなで、なんか60歳までに15冊本書くみたいなとかあんのよ、調子乗ってそうでもなんか大きい夢を語って、神様がね
ここじゃないよって言われたら変更すればいいかなっていうそうだねそうだね。そうだからやっぱり一歩ずつでも進んでいきたいっていうのがあって、でも今はニホープ東京で奉仕させてもらってて、今できることをできるだけやりたいなって、ニホープジャパンのやつもニホープジャパンの働きもヤフジャパンユースの働きもさせてもらってるから、そこでも頑張っていきたいなっていうのが今後の感じですね。そしてまた帰ってきてからすごい行動力があるなって思うのは、まあ日本っていうのはなんていうの、もう本当に1億人以上人がいるわけじゃない、でだからその人たちがみんながこう教会に行くとしたら、こう40人ぐらいの人たちが行く教会が300万かな、300万だっけ、で2万人の教会がさハワイのニホープワークだから2万人の教会はなんか8000個ぐらい必要みたいな、そうちょっと計算間違ってたらごめんなさいだからもう本当になんていうの、それぐらい教会がまだまだ必要、ね、神様を伝えて、そしてそこのキリストの体としてのそのコミュニティがこう、そんぐらい必要だっていうのがあってさ、で今せいやが50歳までに教会が10個開拓するって言ったっけ、足んないかね、全然足りないのよ、でだけどそれが足りなくて、だからそれは一人でやるものじゃないって思ってるから、今いろんなそのニューホープであろうと他の教会であろうといろんな教会の牧師に今せいや会いに行ってて、そうだよね、そうそこで関係を作って、そしてこれからの次のこれからの日本のね、その伝道のために神様を伝えていくために協力していくっていうことをこう最初の段階から、そういった形で始めててね、それはすごいこう見ててすごい励まされるし、やばいね、楽しみだね。でもね、でも本当にいろんな牧師と会って見えてた世界が狭いからどんな人がいるって分かんなかったからすごい励まされるというか、お希望あるぜみたいなもうみんななんかやっぱイエス様との人生ってすごい素晴らしいものだっていうのを本当に確信持って戦略的にやってる人がいっぱいいて、情熱を持って、だからすげえ励まされるなっていうか、日本まだまだいけるぜと思ってでもやっぱ少ないからできるだけ自分たちのできることをねやっていきたいなと思うので、ラウレアタイムズにもすごい励まされてます。いやーねー、やりたいって言う人はいっぱいいるけどやれることってなかなかないから、そうだね、そういう行動力に励まされる、本当に。いやもうなんか神様すごいなって、もうそこに尽きるんだけどね、なんかこうせいやもそうだし、なんかいやもうそれこそ和也も私もだし、なんか自分のこと見ると本当にちっぽけだし、なんか何でもない大学も中退してるし、フリーターだったしみたいな。でもそんななんか本当に私を呼んでくれたように神様本当にみんなのことを選んで呼んでくれてて、本当に神様のイエス様の証人として、なんか本当みんな呼ばれてるんだなっていうので、なんかその神様呼んで終わりじゃなくて聖夜の人生みたいにこう本当に整えて導いてくれて、それはただうちらが本当に信仰を持って、あ神様はそこ開いてくれるんだねって一歩踏み出すだけで、そういう神様がこう用意してくれてる世界が待ってるっていうのがすごい励まされて、でもなんか多分私なんかって思ってる人たくさんいると思うけど、そんなあなたを神様を用いたいって思ってるんだっていうのを、なんかすごい改めて自分も励まされたし、同じようにみんなもそうやって呼ばれてるっていうのをなんかすごい励ましたいなって思いました。みんながイエス様の愛を表していけたらやばいよね。やばいよね、本当に。和也が本当に日本のクリスチャン変わったらリバイバル起こると思うって言ってたけど、本当にそうだとみんな一人一人が神様から呼ばれてるっていうのを本当の意味でアイデンティティをした時に、ね、世界変わっちゃうよね。変わる、マジで変わる。神様に人生を捧げます、神様に用いてくださいっていうのは、なんか自分の力があるっていうよりかは至らないものだけれども、でも神様はあなたの力を私の人生に注いでください、私の人生を通してあなたが働いてくださいっていうことに対してオープンになるというかね、なんかそういう決断なんじゃないかなって思うから、なんか今日の聖夜の話を聞いた人たちがね、証を聞いた人たちがね、その決断をねしてなんかたとえ自分にはこう自分に自信がなくても大丈夫、でも神様あなたの力をお迎えしますってことを選べたらいいなって思いますよね。いや本当にそう思います、ね、いやありがとうありがとう。そっとそれこそありがとう。いつも。いや本当に今日来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。
はい、というわけで今日はゲストにせいやが来てくれました。本当にいろんな話をね、ありがとうございました。ありがとうございます。せいやのね、これからの歩みをもし知りたい人がいたら、せいやもインスタグラムだったりとか、またニューホープジャパンユースのね、インスタグラムのアカウントなどもありますので、概要欄の方にリンクを載せておきますので、ぜひぜひフォローして、これからもね、さらに神様がますますせいやの人生に働かれる、ことを通してね、きっと神様の素晴らしさがね、僕たちを知ることができると思うので、ぜひフォローしてみたらいいかなと思いますね。はい。ぜひぜひお願いします。お願いします。はい、ということで次回のラウレアタイムズの放送は12月の8日水曜日の夜7時半です。はい、皆さんぜひぜひ次回も楽しみにしてください。では次回のラウレアタイムズでお会いしましょう。God bless you! バイバーイ。せいやありがとうございました。Thank you です。超楽しかった。楽しかった。ね、じゃあちょっと次の来た時にはもうあと10キロぐらい痩せていてもらう。はい、頑張ります。ムキムキになってね。ムキムキになって。再登場。エニタイムの広告。